フクロウ歴史機構壇ノ浦古戦場と赤間神宮。まず暇猫とフクロウが向かったのは本州と九州を隔てる関門海峡がある山口県下関市壇ノ浦の古戦場です。1185年源平合戦最後の戦いはこの壇ノ浦で行われました。現在の山口県下関市、当時の国名では長門の国赤間ヶ関壇ノ浦です。源義経の水軍の兵力は約830艘、対する平氏軍は約500艘の兵力でした。実は源氏軍は九州で戦っていた源頼朝の弟範頼も軍勢3万を率いて陸上から壇ノ浦の戦いに加わっていました。陸の上から兵士に向けて矢を射かけたと伝えられています。このように平氏軍は海の上では義経軍、九州には範頼が待ち構える形となり、追い詰められ孤立した状況で決死の戦いを余儀なくされます。この時の平氏側の作戦はどのようなものだったのでしょうか。平家物語によれば、宗盛の弟の知盛が大将として指揮を執ることになりました。知盛は安徳天皇や平氏本営が置かれると思われていた大型の船をおとりにして鎌倉方の兵船を引き寄せたところを逆に包囲する作戦を立てていました。ところが源氏側に見抜かれてしまいうまくいきませんでした。序盤は関門海峡は潮の流れが激しく、水軍の運用に長けた平氏軍はこれを熟知しており、海戦になれない義経軍を圧倒します。ここで不利を悟った義経が敵船の漕ぎ手をいるように命じ、形勢が逆転。やがて潮の流れが反転し、義経軍は総攻撃を仕掛けました。兵士の艦隊は壊滅状態に陥り、敗北を悟った兵士一門の武将たち、女性や幼い安徳天皇が自ら命を絶ち、兵士は滅亡してしまいます。赤間神宮は竜宮城を模して作られていると言われています。これは新居の尼が安徳天皇と共に入水する際に、波の下にも都がございますといったことに由来しています。戦いに巻き込まれ、幼くして崩御された安徳天皇。その安徳天皇を偲んで、安徳天皇阿弥陀寺の岬が境内にあり、毎年5月2日から3日間、剪定祭が行われます。祇園僧者の鐘の声、諸行無常の響きあり、修羅宗樹の花の色、聖者必須の断りを表す。また赤間神宮の前身は小泉八雲の階段で有名な耳なし法一の舞台になったお寺です。法一堂には琵琶を弾く法一の像が立ち、隣には平家一門の墓が並んでいます。フクロウ歴史機構壇ノ浦の戦いと赤間神宮をお送りしました。壇ノ浦を見守るように立つ鮮やかな赤間神宮は関門海峡のシンボルです。ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。